日本で豆腐ハンバーグ専門店ってないと思うんです。物足りないとか味気ないとか、だからそこをちょっと覆せるようなものを作らなきゃいけないっていうのはありましたよね。幼稚園の時ペティナイフで料理をした記憶が残ってまして、その包丁を握ったのがルーツかな。結構いろいろ波乱万丈でしたよ。田所弘樹、お店の名前は鎌倉六屋田です。ここのお店は2012年なので12年前ぐらい、もうここでずっと今現在まで営業してます。外で豆腐ハンバーグってあんまり食べないですよね。イメージ的に物足りないとかボリューム少ないんじゃないかとか味気ないとかイメージがあると思うんです。だからそこをちょっと覆せるようなものを作らなきゃいけないっていうのはありましたよね。だから日本で豆腐ハンバーグ専門店ってないと思うんです。僕も聞いたことないですし、だから結構勝負でしたよ。おはようございます。ありがとうございます。まず水切りから入りますね。綺麗でしょ。これあれ特注に作ってもらってるお豆腐です。絹豆腐で、これが生姜とかニンニクとか山椒とか混ぜ合わせたタレ。これがお肉屋さんに特注している鶏と豚の部位指定したお肉で2度引き。だいたいスーパーで売ってるの1度引きですけど、2度引きすることによって滑らかさが出るんで、だいたい普通のハンバーグ屋さんって1度引いてそのまま焼くんで肉感も残って、でもうちは肉感よりもふわふわ感を出したいし滑らかさ出したいんで、せっかくお豆腐入れてるんで、ちょっと硬いか。日によってやっぱりね、お肉もお豆腐も状態が全部必ず同じってわけじゃないんで、ね、ちょっとここで調節するんですよね。ありがとう。はい、こんな感じです。これで種ができました。料理の道に進もうと思った決意が固まった時は、板場の世界をテレビで見た時ですね。こんな料理作り出してみたい、こんな空気のところで働いてみたい、料理をやるなら日本料理やるんだったら京都っていうことで、京都の大学に進学しまして、そのまま大学行きながら料理の世界でやってきたって感じですね。アルバイトから。でそのまんま京都で10年ぐらい料理の修行、旅館、料理屋、居酒屋さんやってこっちに戻ってきましたね。メインはお豆腐屋さんだったので、お豆腐ハンバーグにしようかはちょっと考えてたんです。和食の技術を生かして豆乳、豆腐、湯葉を使って何ができる、しかも国民食と言われるやつに当てはめたかったんです。その中で和食の技術を生かして、なおかつお豆腐を使って自分なりに美味しくできるものって言ってハンバーグだったんですね、私の場合は。何パチ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 っていや、これ普通だから、これをできるようにならないといけないんだよ。いつもこんなに優しい方なんですか？なんか、はい。超絶優しいです。結構見た目に反して優しいって言われるお客様も多いので、口コミに書かれてる。基本職人だけど職人したくない。自分がされてきたから嫌な思いがあるから、その思いをわざわざ引き継ぐことはないじゃないですか。優しいやろ。ありがとう。最初の3ヶ月間も閑古鳥でした。
12年前ここの通りってホームから見えるものの地元の人しかほとんど歩いてなくて、観光の人一切歩いてなかったんです。でしかも地元の人でも通勤通学で使うような道で人通りがほとんどなくて、3ヶ月4ヶ月はちょうどもう貯金をどんどん切り崩して、このまんま行ったら潰れるなぐらいの感じでしたよ。転機と言いますか、ちょっときっかけを与えてもらったのが、飛び込みできたテレビ番組で料理を採点する番組でして、このまんま待ってても沈んでいくぐらいだったら悪い点数つけられようがどうにでもなれって感じですよね。なんで出させてもらったら高得点いただきまして、そこから少しずつ上がってきた感じですね。結構いろいろ波乱万丈でしたよ。はい。お店は潰れそうになるじゃないですか。オープン当初でもお客さんも来ないですし、宣伝方法もわからないですし、オープン当初に雇ったスタッフがオープン前日にやっぱり辞めますというこの危機的状況、あの時はもう全てが初めて焦りましたね。でスタッフ1人辞めちゃったので、いない時はもううちの妻は子供の赤ちゃんの面倒見なきゃいけないんで、ちょっと母親に手伝いに来てもらってっていう形で、結局みんなに助けてもらってる。よっしゃ、今日も頑張りますか。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。どこでもどうぞ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。今季節限定がきのこ味噌です。はい。鬼おろし、香味生姜、これあれです、山形の生え抜き特別栽培米って言って減農薬のお米ですね。少しでも体にいいものを提供できたらいいじゃないですか。しかもうちご飯おかわり無料なんで。鎌倉六谷田の六谷田はお豆腐のことです。岡部六谷田の忠純っていう昔鎌倉時代に活躍した武将さんがいまして、その方からの一文字なんですけれども、六谷田がお豆腐のことで、私の先祖にあたるって言われてまして、まあ真相は定かではないんですけれども、でしかも鎌倉が舞台、なんか縁があるなと思って使わせていただいてるんですけれども、この名前にしようって決めてくれたのは父親で、候補がいくつかあったんですけども、まあお豆腐ハンバーグやるのと、あと鎌倉、そういうので父親がこの名前いいんじゃないかっていうので、じゃあこれにしようかって決めたんですけれども、まあ何分最初はみんな読めない。むやただのもうなんて読むのかしらっていう店名でしたよね。まあ未だに店名読めない人はいますけれども、まあそれはそれでいいんです。なんか6がついてるなとかイメージに残るんで、多分皆さんもあると思うんですけれども、幼少期の頃に僕幼稚園の時ペティナイフで料理をした記憶が残ってまして、その包丁を握ったのが多分ルーツかな。カレー作る行事があって、それでなんとなくペティを握って
人参をザクザク切ってる感触がずっと残ってる。なんか皆さん砂遊び泥団子を作った記憶とか多分いろいろあると思うんですよ。初めてなんかジャンプした記憶とかで、鮮明に残ってるのがペティナイフを握った。だから小学校の文集とかでも将来料理人になるって書いてありましたからね。私記憶になかったんですけど、そこから私のこの人生始まった感じが、道が少しずつ決まってきたかなって感じてます。だからもう開店から今現在までみんないろんな人の助けがあってやってこれてるなっていうのはすごい実感してます。もちろん妻筆頭にうちのスタッフ、アルバイト、でお客様にも助けてもらってますし、結局お店って一人じゃできない。何かしら誰かに助けてもらわないといけないんで、そこら辺はちょっと甘えさせてもらって助けてもらって今に至ってるって感じですね。だからもう本当これだけは私一人の力じゃない。これはもう本当みんなの力で店を盛り上げてくれてるって感じですね。だからそれは絶対忘れないようにしようと思ってます。とりあえず妥協しない。まあ妥協しないっていっぱいいろんな意味があるんです。まず丁寧に作る。結局お客さんってその一食一食が初めての人が多いじゃないですか。一食一食初めての方にやっぱり雑な料理を提供しないように、どんなに忙しくてもメリハリつけて妥協せずに喜んでいただけるようにっていうのは常に思ってます。その人の人生の中の一食になるわけで、やっぱり料理って人生で結構大事な部類に入ると思うんで、いい思い出にこちらがお手伝いできたらいいな。で、しかも体にいい、美味しい、でヘルシー。だから喜んでもらえるとやっぱり嬉しいですよね。で、思い出に残ってくれる、あの味また食べたいなとか、そういう風に残ってくれると嬉しいですね。